Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están?ともこしなチャンネルご視聴いただきありがとうございます。いつもはメキシカン料理のレシピを皆さんに紹介しているんですけれども、今日はポンちゃんと一緒にメキシコのお菓子を9種類今回選んだんですけど、それを2人でテイスティングしながら感想を皆さんにお伝えしてご紹介していきたいと思います。まずはじめにこれメキシコの国旗のカラーになってるんですけれども、こっち or こっちこっちこっち。これはココナッツキャンディーで、先ほども言ったんですけどメキシコの国旗のカラーになっています。それでは早速試食していきたいと思います。開けるとココナッツのいい匂いがしてきます。私もポンちゃんも今日初めてこのお菓子を食べてみます。どう？ココナッツフレーそうだね甘い、辛い、バー。ココナッツ甘いね。チュイ。そうだね。思ったほどココナッツなので結構パサパサっとしてるのかと思ったんですけど、意外とチュイでこう結構噛み応えがあって、でココナッツと結構お砂糖が効いてるかなっていう味がします。でもすごい美味しいね。美味しい。なんか紅茶とかコーヒーとかと合うと思います。では次のスナック行ってみましょう。では次、これを食べてみたいと思います。これはミルクキャンディーで、スペイン語ではハモンシオと呼ばれているキャンディーになります。じゃあこれを食べていきたいと思います。これも実は私は食べたことがなくて、今日初めて食べてみます。ポンちゃんによるとこれはキャラメルのような味がするみたいです。食べてみましょう。はい、いただきます。いただきます。すごい甘いすごい甘いね。はい。本当にキャラメルみたいな、キャラメルよりももっとソフトな感じで、なんかポロポロこう崩れるような感じです。でも味は本当にキャラメルと一緒かな、一緒の味で、キャラメルよりも柔らかい感じがします。美味しいね。美味しい。でもこれもこの1本丸々は食べれないかもしれないので、私だったらもうほんとワンピースぐらいで十分かもしれないです。では次のスナック、このドゥバリーの食べてみたいと思います。これはヘーゼルナッツとストロベリーのフレーバーでできているキャンディーです。このボックスの中に18パック入っているので、中身を開けていきたいと思います。ポンちゃん、do you like this? これ好きですか？はい。What kind of taste? 甘いこれ。甘いこれも甘いそうです。箱の中を開けるとこのようなパックが18個入っています。このままで食べるの？それとも You're all over the screen, and your mouth is open. But then there's something inside of here you have to get. There's a spoon. Yeah. そうなの？そうでしょ。スプーンが入ってるそうなので、スプーンを出します。あった。こんな感じでスプーンが入ってるので、これを使って食べるそうです。なんかちょっと私昭和生まれなんですけど、昭和の駄菓子っぽい香りが漂います。じゃあ食べてみましょう。はい。こんな感じです。はーい。じゃあ食べてみましょう。はい。これ甘いの？甘そうだね。いただきます。これミックスするの？いいよ。ミックスして食べてもいいし、別々に食べてもいいそうです。クリーミー。クリーミーだね。なんかこのヘーゼルナッツのところはヌテラって知ってますか？なんかこうブレッドに塗るやつがあるんですけど、ヌテラみたいな味がします。チョコレート、なんか味としては日本人だったらアポロってあるじゃないですか。いちごとチョコレートの三角形のお菓子、味に似てますね。でも正直これを全部食べるのはちょっときついかな。Can you eat all of them? すごいシュガー。すごいシュガリーです
それでは次のお菓子いってみたいと思います。それでは次はこのタマリンドキャンディーを食べていきたいと思います。日本人にはあまり馴染みのないこのタマリンドというものなんですけれども、これ実物はこんな感じ。これが実物で大きな木になる、これが果実なんですけれども、これを開けると中に実が入っていて、で種の周りに果肉がついているので、その果肉を使ってよくキャンディーや、あとメキシコだとジュースなどもこのタマリンドで作られています。このタマリンドのお菓子は私結構食べたことがあって、味としては結構梅干し、甘い梅干しに似た味がして、で結構タマリンドのキャンディーってタマリンドと一緒にこのよく見るとこの赤い粒々が入ってるんですけど、これが唐辛子になっています。私たちよくタマリンドキャンディーを食べるときはほぼ大体この唐辛子が中に入っています。メキシコらしいお菓子ですよね。こんな感じでスプーンについてます。乾杯。いただきます。いただきます。これ辛いの？甘いんですけど、ちょっと途中でピリッとした唐辛子の辛さが効いてます。梅干しの味に似てるなと思って、結構よく梅干しが手に入らない時とかこれを代わりに食べたりしています。美味しいね。それでは次はじゃあカルロスキントを食べていきたいと思います。これはミルクチョコレートで、もうメキシコ人なら誰でも知ってる有名なチョコレートになります。でこのカルロスキントっていう意味は、カルロスというのが名前で、キントっていうのが数字の5を表していて、カルロス5世という意味のチョコレートです。中を開けると中にもロゴが入っています。もう味は本当にスタンダードなミルクチョコレートですね。日本人だと明治のミルクチョコレートとか食べたことあると思うんですけど、もうそれと一緒の本当にミルクを多く含んだチョコレートの味がします。次はじゃあこれを試してみたいと思います。これはその名もハポンというローストしたピーナッツのお菓子になります。これはメキシカンのスーパーに行くと本当にいろんな種類の大きさのこのピーナッツ、ハポンっていうピーナッツ売られていて、すっごく人気のお菓子です。では試してみたいと思います。いただきます。いただきます。美味しい。なんかほのかにハポンだけあって、ちょっとソイソース、お醤油のフレーバーがします。美味しいねこれ。おつまみとかにもぴったりなお菓子だと思います。こんな感じです。結構これお土産とアメリカに来た時とかメキシコ行かれることがあったら、お土産とかにもなんか逆輸入的な感じで喜ばれるかもしれないです。本当日本人の口に合うスナックだと思います。なんか止まらないね。We cannot stop だね。では次はこちらを試してみたいと思います。デラローサというブランドのマサパンというお菓子になります。このバラのパッケージが特徴的です。ピーナッツパウダーとお砂糖を原材料に使っています。一つ一つのパッケージにもこのバラのイラストが入っています。これすごい美味しいね。これすごい美味しい。それでは試していきたいと思います。口に入れると結構ホロホロと溶ける感覚があって、結構食べやすいお菓子だと思います。ピーナッツの風味が口の中に広がって、とっても美味しいお菓子になってます。それでは最後の2つ紹介していきます。これはスペイン語でオブレアスと呼ばれているキャンディーです。では開けてみたいと思います。キャラメル部分はヤギのミルクで作られていることが多いんですけど、このパッケージ、このブランドはちょっとなんか牛の絵が描かれてるので、もしかしたら牛のミルクかもしれません。原材料を見るとミルクって書いてあるので、ちょっとどっちのミルクなのかわかんないんですけど、ヤギのミルクを使ってキャラメルを作ることがメキシコでは多いそうです。
これも一つ一つこうラッピングされているのでお土産とかにも最適だと思います。日本の文化ではこう旅行とかに行くとこう会社の人だったり学校のお友達とかにこう一人一人にお土産を配るという文化があるので、それに最適なパッケージだと思います。食べてみます。はい。はい、いただきます。開けられた？こんな感じでこう開けるとこんな感じです。本当にキャラメルが中に入ってます。さっきのミルクキャンディーよりももしかしたらこっちの方がもっと濃厚なキャラメル、もっとこう粘りがある感じですね。先ほど結構ヤギのミルクで作られることが多いって言ったんですけど、これはきっと多分牛のミルクですね。っていうのがヤギのミルクだと独特な後味があるんですけど、これはそこまでその後味独特な風味がないので、これは牛のミルクを使ってると思います。ヤギのミルクのもぜひ皆さん試してみてください。また違った風味が楽しめます。ではついに最後となりました。こちらを紹介していきたいと思います。こんな感じです。これはペロンというキャンディーで、先ほど紹介したタマリンドのキャンディーと中身は一緒になっています。ちょっと容器がユニークなので皆さんにお見せしたいと思います。中身を開けるとこんなパッケージになっています。で、この名前ペロンっていう名前なんですけど、こうやって開けてこうやって出して、それこそペロンって食べる形になってます。じゃあポンちゃんデモンストレーションしてください。こんな感じでちょっとずつプッシュしながらペロペロ食べていきます。味はほぼ先ほどのタマリンドキャンディーと一緒なんですけど、なんかこれちょっとなんか楽しい感じがしますよね。子供たち大好きなキャンディーです。こちらもパッケージにいっぱい入ってるので、こうなんか会社の同僚の人とかお友達とかにこう数をばらまきたい時とかいいと思います。で、結構これって日本人の人試したことないと思うので、すごく最適だと思います。味も先ほども言ったように梅干しみたいな味がするので、そこまで抵抗なく受け入れてもらえる味だと思います。はい、ということで今日はメキシコ料理のレシピではなくてメキシコのお菓子を9種類ご紹介していきました。で、今日は特別にリラックスした感じでこのポンちゃんと一緒に紹介をしていきました。 Which was the best for you? マサパンかな。マサパンどれ？マサパン。これ。これ？ポンちゃんはこのピーナッツのお菓子が一番美味しかったと言っています。私はやはりこの8本のピーナッツのローストピーナッツのお菓子が美味しかったです。メキシカン結構今回試した9種類も結構シュガーがたくさん入ったお菓子が多かったので、このローストのピーナッツしょっぱい系のお菓子はさらに美味しく感じたので、私はこれがベストだとおすすめしたいと思います。それぞれいろんな風味があったりとかフレーバーがあってとても楽しめるお菓子になっているので、ぜひアメリカに旅行に来たりとかメキシコに旅行に行ったりした時にはぜひお土産にこういったお菓子買ってみてもいいと思いますし、ご自身でもぜひ試してみてください。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。